うん。いや、なんか普通にお世辞抜きで、フレーバーの出方良くない？めっちゃいいです。すごい綺麗にクリーンに。で、後味もロングアフターテイストで、そうだね。ちゃんと残ってるし。はい、どうも、コーヒーに愛された男、カスヤです。ついに、今日の撮影が終わりです。おめでとうございます。はい。まあ、厳密に言うと終わりじゃないんだけどね。そうですね、この後。はい。ここでの撮影が終わり。終わり。はい。ここからちょっと移動して、あるお方のチャンネルにお邪魔しに行くんですけど、そういえばさ、今ので思い出したけど、俺らチャンネル登録者数、もしかしたらこれ放送される、でもこれはまだあれだけど、泰造さん超えない？ついに。そうなんですよ。今俺ら11万4000超えなんだけど、泰造さん11万7000なの。あと3000。始まった時のさ、10万。そっから2年でグッて縮めた。引き続き頑張りましょう。じゃあ次はジェームス・ホフマンを。いやー。離れるね。あそこ200でしょ。じゃあランス。ランス。ランス・ヘンドリック。ランス・ヘンドリックがこの間30万って言ってた。そっかそっか。で、その上が多分モーガン。モーガンですよね。あれ100から。100超えてたはずです。ね。で、ジェームス様が。ホフマンおじさんが200万。もうラスボスだよね。まあちょっとね、日本語圏では超えれないところです。難しいだろうね、あれは。まあ何にしても、コーヒー系 YouTube で言うと、まあちゃんと顔出してやってるっていう点では、泰造さんが今1位だね、きっとね。なのでそこを超えていきたいなと思います。まあ、泰造さんあってのコーヒー系 YouTube 界隈だけどね、あの人のおかげで。盛り上がっていますもんね。ありがとうございます。というわけで、今日はですね、このカフェックってあるじゃないですか。まあ有名なアバカフィルターを作ってる会社さんで、あとはフラワードリッパーとか、畠山大先生がそうですね。使ってブリュワーズ優勝して、でワールドでも2位を取って、まあ一躍世界に知らしめた。フラワードリッパーですけど、あれを作ってるカフェックさんが新商品を出しました。結構社長が独特すぎて言っていいですか？まあ俺はすごい好き。ものすごい情熱と突き抜けた感じっていうのを私は動画編集してて感じたんですけど、なんかね、すごかったね。ドリッパーを作ることにこんなにパッションをかけるんだなっていう。なんかまあ正しいか正しくないかなんて分かんないじゃん。だけど情熱をかけたかかけてないかはもう如実に差が出てくると思ってて、やっぱその情熱の量が異常だったね。すごかった。なので、まあ、全部は公開できないと思うんだけど、訪問した時の、まあ、どこまで放送されるか分かんないけどそこは上松くん判断で。編集でもうこれはちょっと入れられないなっていう、私だけ楽しませていただいたところがあるかもしれないですけど。で、今日はちょっとこのオーバルの使用感を、まあ見ていこうかなと思います。このフラワードリッパーシリーズなんですよ、これ。で、これが完結らしくて、これで最終章らしい。フラワーシリーズは。そうなんですね。これにて完結って言ってた。ウェブサイトにもこれでなんか完結ですみたいな。へーみたいな。じゃあフラワードリッパーアゲインとかってあんのかなみたいな。映画でよくあるやつ。リターンズみたいな。そうそうそう。帰ってくんなよみたいな。もう言ったきりでいいからっていう感じなんだけど、まあこれで最後のフラワードリッパーシリーズらしくて、まあ他にもさ、動画でちょっと出てきたディープとか、まあいろいろあるんですけど、まあこれで最後。で、この特徴がやっぱこのリブの概念がちょっと違うんだよね。他の会社さんと。普通さ、まあちょっと近しいドリッパーで言うと、このハリオが出したペガサスってやつあるじゃないですか。で、これって、まあ同じような扇形だけど、まあいわゆる V60 にあるリブがあって、このリブを伝ってこの空気が抜けていくよみたいな考え方でリブって作られてるケースが多いじゃん。カフェックのリブへの考え方はなんか全然違うんですよ。
やっぱり理想はネルドリップだっていう話になって。やっぱあれうまい。で、ネルの良さっていうのは、最初コーヒーにお湯かけていくとさ、膨らむんだよね、粉って。まあみんな知ってると思うけど。その膨らみを邪魔しないのがネルドリップなの。あれリブも何にもないじゃん。布だから。で、その考え方をこれに採用してる。だから、外側にこう膨らめるんだよね。ペーパーフィルターが。その考えなかったなと思って。確かに。あ、そうかって思った。なんか、やっぱそれってさ、普段から本当にどうしたら究極のドリッパーが作れるんだろうって考えた人にしか到達しない境地じゃない？俺そういう人好き。やっぱいいよね。突き抜けてて。そう、ものづくりする人ってこうじゃなきゃって思った。わあ、いいなって。それで、かつ、今回は扇形のドリッパーにしたんだって。で、このね、穴の、ここ、実は近くにも、リブがあるんですよ。この底面か。この底面に穴に向かってちょっと向いてるリブがあって、これが液体の流れを穴に向けてるから、とどまりづらい。そこまで雑味が出ないような作りにしてるんだって。で、あとこの扇形にしてる理由は、まあなんか逆説的かもしれないけど、下で一旦浸る。お湯が。で、それをスムーズに流し入れるためのこの底面のリブになってるんだ。なるほどねっていう。まあ面白いよね。で、それによって、まあ味が絶対良くなるよっていうわけではないんだけど、ふくよかな味になりやすいだろうなって俺は思ってます。で、ちなみにこっち、大きいサイズなんだけど、こっちはね、実は2つ穴になってるんですよ。こっちは1つ穴、01が。で、02の方は、2つ穴になっていて、まあ、01、02っていうか、101と102のサイズ感なんだけど、で、この大きいサイズの方は2つ穴にすることで、お湯の流れを良くしてあげてる。まあ、粉の量が増えるからさ、やっぱり俺もよく言ってるんだけど、通過させる時間、コンタクトタイムをなるべく揃えようっていう意図があるんだろうね。なので、こっちで少量で入れた時と大きな量で入れた時でも、こっちの抜けを早くすることで雑味が出ないようにするっていう考え方でこの2つ穴にしてるそうです。それすごい理にかなってて、俺いいなって思った。なんか普通ドリッパーって大きくなっても、そこに配慮してないことが多いじゃない？でもこれはそこにちゃんと配慮していて、ああ、すごい、ちゃんと抽出のことを理解してるんだなって思いました。じゃあ実際に入れてみようかな。はい。でもさ、なかなか今のスペシャルティの世代でさ、扇形入れる人いないよね。でもなんか逆にそういうブームとかまた来たりしたら面白いって思っちゃいますけど。やっぱり、味が全てだからさ、美味しくなるんだったらこっちでいいよね。しっかり折ってください。社長はこのペーパーの角度もめちゃくちゃこだわってるから。そうなの。このちゃんとドリッパーにフィットするように作ってんだって。なんかさ、ハリオのやつとかってさ、たまにちょっとずれるじゃん。わかります。はい。でも、彼らは自分たちで紙も作って、自分たちでドリッパーも作ってるから、そこの強みってのを最大限発揮してますね。あんだけペーパーの種類がある会社って多分世界でもないじゃないですか。本当にない。だって、浅入り、中入り、深入りに合わせたペーパーフィルター。俺最初ホームページ行った時に狂ってるって思ったもん。それはもうみんなそう同じ意見じゃないですか。でも、狂わなきゃ。やっぱり。狂わなきゃダメだよ。じゃあ早速入れていこうかなと思いますけど。カフェックさんはね、ペーパーフィルター確かリンスしない主義だよね。はい。ペーパーの匂いがまずしないみたいな。なので、リスペクトを込めて、俺もしません。ちょっとじゃあ普通に 20g 使って300注いでいこうかな。はい。
まあ挙動がね、違うかどうかを判断しやすいっす。いつもの入れ方だと。普通のね、俺がよく使ってるハリオの V60 でも20の300でやって、で、普通に46メソッドみたいな感じで入れていくので。では、入れていきましょう。なんかこの辺の挙動に注目。ペーパーフィルターの、ペーパーが膨らんでいく様子とかを見ててほしいかも。うん。本当だ。なんかこの辺とかしっかりペーパーにピタッとくっついてるもんね。ここが。こう膨らんでんだよね。なるほどね。面白いね。考え抜かれた。考え抜かれてるね。それによって、その、粉の膨らみを邪魔しないっていう。あとあんまりウェブサイトとかには言及されてなかったけど、個人的に注ぎが均一になりやすいかも。円を描くって結構難しいことなんだけど、はい、これって楕円形でいけるから、もしかしたらこの方がいいのかな。でもむずいよね。何がいいのかは。うん。確かになんか。アテネの時のブリュワーズ世界大会で予選1位だった、オープンで1位だった台湾の彼女の抽出方法がこう横に注ぐだけみたいな。ありましたね。解説動画でもやったと思うんだけど、あとこうジグザグにやるみたいな。それがやりやすい。その方がやっぱ楽なんだよね。で、再現性も高いし。なんでこういう感じ。なんか、やってていいかもしれない。これはまた新しい。考え方だよね、こういうのって。でもやっぱりその狙い通り、このフラワーのところにペーパーがしっかりとくっついてってるので、粉の膨らみを邪魔しないっていうのは、体現してる。で、あとこの抜けがいいよね。やっぱちゃんと下にしっかりお湯がとどまった後に、このリブを通じて、お湯が抜けてってんだなっていうのはわかる。これ真ん中に注ぐだけでもいいかもしれないね、これ。なるほどね。まあ俺今普通にいつもの入れ方でやってるんで、味の出方は比較できるかも。ちょっとじゃあ飲んでみますか。はい、というわけで入れてみました。はい、早速飲んでみましょう。飲んでみたいです、これは。なんか結構味の抜け方、お湯の抜け方良かったし、雑味はすごい少なくなるんじゃないかなって気がする。あとはその、粉の膨らみを邪魔しないことでどういう結果になるのか。はい。っていうのは気になるよね。確かに。なんか割と、その、しっかりと膨らむから、粉が。フレーバーとか、そういうのがより豊かに出てきやすいのかなって気はするけど。まあそこはイメージの話だからね。じゃあ、飲んでみましょう。クリーンだね。めっちゃ綺麗。味もしっかり出てくるな。割となんか、あっさりじゃないけど、綺麗に出てくるイメージかな。そうですよね。まあでも味の出方綺麗だよね。綺麗です。うん。なんかウェブサイト見ると、なんか、なんだろう、もうちょっと複雑なっていう感じっぽかったんだけど、
それはもしかしたら豆かな、まろやかでコク深い味が、まあ、これで表現できるっていう書き方されてるんだけど、個人的には割と、まあ、滑らかさはあるけどすっごい綺麗な味の出方するね。だからこれは俺が粗挽きを使ってるからかもしれない。なるほどなるほど。だこれがもっとね、細かめの引き目だったらしっかりとその細かめ特有のボディ感の強さだけどお湯の抜けがしっかりいいから雑味が出ない味になるんだろうなってのは想像できちゃうね。いいね。これいいかもしんないね。味の出方がいい。今日さ、この豆ずっと使ってたじゃん。はい。結構今日紹介、今日ってここのあれじゃわかんないけど、まあ今日一日で作ったコーヒーの中で一番綺麗な味の出方してるね。そうですね。すごいクリーンで。多分やっぱ抜け方がいいんだろうね。いやなんか普通にお世辞抜きでフレーバーの出方良くない？めっちゃいいです。すごい綺麗にクリーンにで後味もロングアフターテイストで、そうだね。ちゃんと残ってるし。いやでもなんかあんま褒めるとさ、やらせ感出ない。でもなんかお世辞抜きでマジうまいなこの味の出方。俺が上手だったのかオーバルがいいのか。でも今日他の動画でこの豆入れたけど、まあこれいいね、味の出方ね。出方はうまいわ。美味しいです社長。でもいいですよね。もっと深掘りしがいのあるドリッパーだなって思います。これなんかこっちのでかいサイズでも試してみたいね。なんかいろいろこれ多分次ブリュワーズカップとかの時にまたいろんなこと試す方が出るだろうな。出てきそうですよね。これは面白いね。いろんな可能性を深掘りできそうな。やっぱりもう器具ってどんどん新しくなってってわけわかんないけど、それがやっぱりコーヒーの世界を楽しくしてんだろうね。俺らっていうか俺はちょっと今忙しすぎてさ全部検証できてないけど、でもこういうのが産業を発展させるんだろうなって今すっごい思った。でこれを使って活躍するバリスタが出てきて、そうですね。でまたこれに負けじと違う会社が新しい考えのドリッパー出してみたいな。いいね。まあでも今回は縁あってね、カフェックさんにこういったものをいただいたり本社行かせてもらったりしたので、これからね俺まだカフェックさんといろいろやれるんですよ。ちょっと来年の何月かぐらいまで計画がいくつかあって、それもおいおい紹介できるかなと思いますんで、ぜひ楽しみにしててください。ちなみにさ、これ今ちょっと私気になったんですけど、そのサーバーってガラス製のやつですか、それって？これ、トライタンです。トライタンプラスチックの害がないやつ版。いや、それから割れないやつですよね。そう、これ割れない。これマジいいよ。めっちゃ便利ですよね。いや、私も最近、ちょっと違うメーカーさんので使いましたけど、それ一回使うと元に戻れなくなるぐらい。しかもパッと見分かんないんですよ。分かんない。これでもほんといいよね。めっちゃいいです、それ。プラスチック素材。プラスチックっていうかトライタンっていう素材なんだけど、これも全部そうです。これもトライタンでできてて、だから。パッと見でも分かんないです。そう。分かんないです。これいいよね。キャンプとかも持っていきやすいですし、俺だから、キャンプとか家で使ってるサーバーは全部この素材。やっぱね、ガラスの方が綺麗は綺麗。だけど、やっぱ割れないって強いよ。家とかだと特に、お店とかだとやっぱちょっと、綺麗さをね。雰囲気をね。でもだってさ、割れるとさ、もう気使うんだもん。わかります。お子さんいらっしゃると特に余計にそうですよね。これテーブルに置くときですらさ、ちょっとそっと置くしかない。なので、カフェックさんはね、そのトライタンに対する造形も深いから、すごくいいと思う。なので、ぜひ皆さん、カフェックのホームページ見てみてください。こだわりがすごいから。マジで。ぜひそちらもご覧ください。ちなみに、お金は
漏らしてません。いつも通り。いつも通り。はい。まあでもこれからちょっとさ、俺案件もやってみたいよ。本当に。待ってます。いい案件。いい案件。はい。というわけでじゃあ、今日はカフェックのオーバルドリッパーの紹介でした。皆さん、買ってみてください。お疲れ様です。